ホンダカーズ野崎、ホンダ YouTuber こと松本です。今日はですね、無限さんから初めてコンプリートカーで出た WR についてね、ちょっと簡単にご紹介したいと思います。こちらの車ですね、2007年の6月に発表になりました。で、9月13日から発売ということでね、衝撃的な発表でしたね。そのかなり前からね、出るという噂はあったんですよね。当然私も元社員なんで若干の情報はいただいてましたけれども、すごく楽しみな1台でした。それが実際に出てですね、そのスペックを見た時ね、正直ね、驚きました。まずですね、シリアルプレートがついたということで、これホンダ初なんですかね。私が営業になってシリアルついてたっていうのは無限の WR が最初じゃないかなと思うんですけれどもね、これ間違ってたらごめんなさい。とにかくシリアルがついたのが嬉しかったですね。それとですね、エンジンが量産で225馬力だったのに15馬力アップのね240馬力で量産で出てきたって、これすごいですよね。これね、カムプロフィールを専用としてインテークシステムをね、ラム圧をかかる。ラム圧って分かりますかね。走行の風をそのまんま入れるような形なんですね。そういう形状変更でインテークシステムを作ったと。あとエキゾーストもですね、デュアルで低排圧を達成するマフラーにしたということがね、すごいですよね。これね、私の同期の設計してたみたいなんですけれども、これ最初に聞いた時はよく頑張ったね、よくその詩を見つけたねっていうことでね、正直すごいなと思いました。でね、未だにエンジンのトラブルってないんで、それがすごいですよね。無限さんの方針であるのがですね、絶対エンジン壊しちゃいけないっていうことなんですよね。レースでもそうなんですけど、エンジン壊しちゃいけないっていう思想がありますんで、その中でやりきって15馬力アップ、これすごいですよね。走行性能で言うとですね、 RE070WR スペック専用タイヤを使ったってね、ここもね衝撃的でしたよね。で、軽量光合成専用の単造アルミを使ってですね、あと専用サスペンションですよね。これもですね、FD2 ってもともとですね、サーキット専用車みたいな形だったんで、結構ハード硬かったんですよね。なおかつそのセッティングでスプリングレートをね 20% アップしたんですよね。ダンパーセッティングで開発したっていうことでね、乗り心地がノーマルよりいいんですよ。この仕様を見つけたっていうのもね、無限さん相当頑張ったなっていうね、本当私それ評価しましたよね。で、ブレーキもですね、逆ベンチ構造、ブレーキローター、スリット構造っていうことでね、本当レーシングカー並みのスペックですよね。そこにスポーツブレーキパッドを採用と。あとエクステリアに関してはですね、カーボン製品、バンパーとかね、そういうのをふんだんに取り入れて、アルミボンネットなどね、そういうのを積極投入してね、本当お金かかってますよね。で、なおかつ風洞実験をしてですね、前後マイナスリフトを達成と、なおかつ15キロの軽量化、これもね頑張ったと思うんですよ。なんでね、この WR のスペックを見たとき、私はね本当正直ね、すごくワクワクしました。で、インテリアもですね、専用レカロシートを作ってですね、本当これお金かかってますよね。これって早く出ないかなって待ち遠しかったです。詳細の構造とかそういうのはですね、後日また改めて動画作りたいと思ってますけれども、それがですね、なんと消費税抜き価格455万円と、現在の 10% でも500万円ぐらいの車ということで、これが限定300台で出たと。うちもねオーダー入ってたんで、朝一スタンバってね、確か9時スタートだと思ったんですけれども、いろいろ入力項目があったんですね。お店の名前、住所とかね、お客様の名前、住所、電話番号とかね、そういうのを入れなきゃいけなかったんですね。私ね練習はしたんですよ。やっぱどうしてもね、最低3台は抑えなきゃいけなかったんで、本当必死にね打ち込んで、うちの営業とね手分けしてやりました。で、3台目入ったところで完売と、約10分で完売。すごいですよね。これ当時ねすごいニュースになったんですよ。これね私の自慢なんですけどね、その時の画面をね私撮ってたんですね。これがお申し込みページ、一般オーダー申し込みページ、完売御礼ということですね。これのやっぱいろいろ思い出があったんですよね。WR が出るっていう噂があった時ですね、私の1号車はですね、千葉から来ていただいた方ですね、こういった車が出そうなんでどうしても欲しいんで、
野崎だったら買えるだろうと。いや、それはまだ発表の段階で詳細決まってないんで買えないかもしれないということもご説明させていただいて、野崎で買いたいって言ってくれたんでね、ほんとその時はね、半年以上前にご予約いただいたと思いますね。で、それが1号車入ってきた時は本当嬉しかったですね。なんと9月11日に入庫というね、これの記録も残ってました、うちの方に。で、しかもですね、シリアルが3番というね、すごい名誉なシリアルをいただいたことに本当無限さんありがとうございますと。でそれがですね11月1日納車っていうことで WR 何が大変かっていうとですね持ち込み車検しなきゃいけないんですね。でこちらですね千葉だったんですけど千葉の陸運支局持ってってですね向こうも初めての車なんでねいろいろ調べられてここどうなってんのここどうなってんのこれの書類ありますかとかねこの書類ありますかってはないんでねすぐ無限さんに電話してこういった資料ありますかと全国で最初の頃に登録したと思うんですよね。書類をいただいてねなんとか51かなナンバー取ってお客様のご自宅に運んでこれを下ろす時ですね本当うちの記念すべき第1号車ですね。2号車はですね長崎のお客様だったんですよね。電話いただいてねどうしても WR が欲しいと野崎にあるって聞いたんで売ってくれって言われていや長崎だとねちょっと遠いんでねごめんなさいって私も言ったんですよ電話で。そしたらですねいや地域差で買えないんじゃ困るとなんなら今から行くとどうしても売ってほしいということを相談されましてあまりの熱意にですね車ありますんでご用意しますということでね2号車決定していただいた記憶があります。でこれねやっぱ持ち込みなんでね長崎まで行かなきゃいけないんですよね。陸送で車を運んで私が飛行機で長崎に行って登録して陸運局で納車という段取りをしました。これね私が一番遠くまで行った納車の場所なんですけれども納車の後ですね長崎もね観光させていただいてね本当嬉しかったです。そんな思い出がWR っていろいろあるんですよね。3号車はね、業販だったのかな。定価売りだったんですけれども、なんか届けたけどその辺置いてってみたいな感じでね、寂しい納車だったかな、それは。で、4号車がですね、大阪納車で、この方はですね、今でも私、ビジネスパートナーというかね、つながっていろいろ教えていただいたりね、している方なんですけど、こういった出会いが、WR があったから出会いがあったと。いうことを感じております。こちらはですね埼玉納車の方ですね。本当嵐を呼ぶ男雨男と言われてる M さんですね。すごくね WR を愛してる方ですね。こんな方とも知り合えたのが嬉しかったかな。でこちらですねなんと WR 史上2台買ったお客様ですね。仙台まで納車行きましたけれども、この頃はですね納車も慣れてそんなに納車じゃなくて登録も慣れたんでそんなに問題はなかったですけどね、仙台なぜかね登録がすごい遅いんですよ。で午前中登録しようと思ったらできなくて午後まで待って2時か3時にやっとナンバー出たような形ですかね。で仙台の陸運局で納車させていただきました。この方ね仙台とかね名古屋に転勤になったりねそれでもオイル交換で来てくれると一つ伝説があってねなんとねウォッシャー液交換だけで名古屋から来たというねすごい伝説の方です。はい先日ねちょっと、シビックに乗り換えていただきましたけれどもこういった出会いがありました。一番大変だったのがね横浜納車ですかね。なんとですねナビをつけてったらですねまさかの重量オーバーということで、排ガス区分がねギリギリのとこだったらしいんですね。でいやねいや 1.5 トン超えてないですよねって言ったらいやそっちの重量じゃないんだよね排ガスの区分の重量がね、10キロオーバーって言われてねマジですかって言って、で無限さんに相談したら、なんとか、ついてるもの外してくださいとナビつけたんだったら外してくれって言われてね、その場で外してね登録した記憶があります。これもねほんとハラハラドキドキですよ。でやっぱ無限 WR ってねオーナーさんいると思うんですけど気をつけていただきたいのはインテークマニホールドがですねラム圧かかるようにね吸い口がね結構下の方なんですね。で私の1号車のお客様がですね、大雨の時水没しまして水たまりにバシャーンと入ったらねウォーターハンマー起きちゃってエンジンブローと私もですねそれ聞いた時はびっくりしましたよ。マジエンジン出んのかなみたい
で無限さんに相談したら、今はないですよ、その当時はですねそういったことも想定されてるんでエンジンアッシーがねあったんですよ。まあ当然有料ですよ。それを乗せ替えて下ろしたエンジンを分解したらねコンロットが折れてましたね。これもね画像残ってるってやっぱ本当、自分ながら感心しちゃいます。でまあ数々の、無限 WR 新車9台ですね。300台のうち9台を納車させていただきました。3% ですね。これってすごいことですよね。全国にその当時2400、500ホンダのディーラーがあった中で、3% のシェアということでね、最後はね、栃木陸運支局ですね。じゃあなぜね、9台も出たかっていうとですね、3台しか抑えられなかったと。で、その後ですね、なんか納車についてね、バンパー無限さんがちょっとトラブったんですよね。それで納期が長くなって、その当時ですね、見込みで仕入れたお店がですね、やっぱいらないとかね、そんな話があって、そういうのをね、うちがまあ引き受けたというか、あとネットに載ってたんでね、うちはもうオーダー入ってたんで、もっと欲しかったんでね、カーセンサーグーに出てるお店に電話してですね、WR もしよかったら譲っていただけないですかって言うとね、譲っていただけたりね、ちょっとボンネットへこんでるけどいいとかね、へこんでてもいいです、うちで直しますんでみたいなね、ホンダディーラーの私の友人からですね、まあちょっと何台かあるから松本さんあれだったら譲るよって言っていただけたんで、そういうのを合わせて、9台入ったと。まあ、中古含めるとねもう十何台売ってるんですけれども、そういった数々の、エピソードとかねドラマがありましたよね。でちょっと心残りだったのはですね、最後に入ってきた車ね、実はですね、無限さん1台なんかキャンセルがあって、それの行き場がなくなってて、自分もダメ元で電話したんですよ。無限さんWR 余ってないってしたら1台余ってると、最後の1台だって言われて、じゃあ買いますっつって買ったんですよね。当然ねシリアル300来ると思うじゃないですかしたら違うのが来たんですよね。でも発送で、届けてくれた人がですね、やっと300台納車終わりましたって言ってくれたんですね。これが最後ですって言われてね、最後のなんかご苦労様みたいなお話したんですけれども、300だと思って期待してたら違かった。これね私的にはショックでしたね。シリアル3も嬉しかったけど、最後300番目が来たっていうのね、これもいいかなと思ったんですけど、実際には違うと。でも工場を出たのは最後に間違いないようですと。こんな無限の伝説となる WR ですね。無限 WR のですね、YouTube をね、今作ってるんですけれども、その前にですね、ちょっとご協力いただけたらと思っております。今日のアンケートにご協力お願いします。無限 WR の好きなところ、すごかったところなどでですね、ご意見ご感想などよかったらコメント欄にご記入お願いしたいなと思っております。オーナーさん含めてですね、欲しかったけど買えなかったとかね、その当時はその存在知らなかったとかね、そういった方のご意見ちょっと伺って次の YouTube、無限 WR 特集にですね生かしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今後もこういったですねホンダの情報、車の情報、無限さんの情報、限定車の情報をねアップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。